冥王星プルート。西洋占星術において破壊と再生の象徴とされるこの星ですが、冥王星が水亀座に入るとき、社会的に大きな変革が起こると言われています。かつて起きたのはヨーロッパのルネサンス、フランス革命など、そして今 IT テクノロジーの普及とマンデラエフェクトという形で新時代のネオルネサンスが始まっているのかもしれません。マンデラエフェクトによって浮かび上がる冥王星とルネサンス芸術の謎というタイトルでお話ししていきたいと思います。カワウソマンです。にゃん。ルネサンスとは14世紀末から16世紀初頭にかけてヨーロッパで起きた芸術、文化、科学、哲学の復興を指す言葉。再生、復活、再興などを意味するフランス語のルネサンスに由来します。ルネサンスは中世の世界観に対する批判や疑問から生まれ、古代ギリシャ、ローマの文化や知識を再発見し、その影響を受けた芸術、文化、科学、哲学が繁栄した時代とされています。芸術の分野では奥行きを表現する遠近法の登場や人物画の写実性が向上し、彫刻や建築でも古代ギリシャ、ローマの影響が強く現れました。人文主義、ヒューマニズムとも言いますが、これは個としての人間の自由や尊厳を大切にすることで、人々が教養や倫理観、批判的な思考を持つことによって社会はより良くできるはずだとする思想のことです。そんな人文主義が発展していき、古代ギリシャ・ローマの詩人や哲学者の著作が翻訳・出版され、ヨーロッパ全体で知識の普及が進んだ時代です。科学では天文学や解剖学が発展し、近代科学の基礎が築かれました。ルネサンスは中世の暗黒時代からの脱却を意味し、古代ギリシャ・ローマの文化・知識を再発見することで、近代的な思想、文化、芸術の基盤が築かれたとされています。ルネサンスは近代文化・文明の原点ともいえ、私たちに多大な影響を与えています。では、そのルネサンスと冥王星の関係とは一体何か、それをこれからお話ししていきたいと思います。まずは冥王星についての基本的な情報からです。冥王星は1930年に発見されました。長い間、冥王星は太陽系の9番目の惑星であると考えられてきましたが、2006年、国際天文学連合の会議により正式に準惑星という括りに変更されました。理由としては、冥王星のサイズが小さいことと、光点面が他の惑星と違い傾いていること、また軌道が楕円形をしていることなどが挙げられます。つまり冥王星というのは実は太陽系の惑星ではないというふうにも考えられるわけですね。そして冥王星が発見されてからまだ90年余りしか経っていませんので、冥王星の長い公転周期のうちの3分の1ちょいが過ぎただけということです。2023年3月23日、冥王星がヤギ座から水亀座へと移動したんですが、それが一体どれぐらい、どのように社会や個人に影響を及ぼすかについてはまだよく分かっていないというか、一般的には認められていない話ですよね。フランスのパリで年金改革に対するデモが暴動になっていることはご存知でしょうか。ギロチン台まで登場しちゃって、まるで雰囲気はフランス革命のようなんですが、これが冥王星がヤギ座から水亀座に移ったあたりから始まっていることに何か運命めいたものを感じてしまいます。フランス革命は1789年から1799年に起きた出来事なんですが、248年前の前回冥王星が水亀座に入っていた時期が1777年から1797年の間なんです。そしてもう一周戻った前々回の冥王星水亀座の時期がルネサンスど真ん中の1527年から1547年。つまり冥王星が一周回って同じような位置にある時には、なんだか同じようなことが起こるのではないかということなんですよ。そしてこれは有名なナポレオンの絵画で、ベルナール峠からアルプスを越えるボナパルト、ジャック・ルイ・ダビッドという新古典主義の巨匠が描いた作品です。新古典主義というのはルネサンスの時代の思想とよく似ていて、当時のアートシーンの主流だったロココと呼ばれる貴族が宮廷で楽しむための装飾性の強い美術に対してカウンターとして生まれたものです。ロココと呼ばれるスタイルはこういう感じのものなんですが、チャラチャラしたファンタジーみたいな絵ばっかり流行ってるけど、もっとアートっていうのはこうだろ、昔はそうだったじゃないか、ギリシャローマを思い出せよっていう感じで始まったのが新古典主義みたいです。つまり原点回帰的な思想なんですが、アートっていうのは当時の人たちの思想っていうのがよく現れていると思うんですよね。
新古典主義が流行った背景には蒸気機関の発明による産業革命があって、それによって市民の中で力をつけてきたブルジョワジーと呼ばれる人たちがいました。その人たちが求めたのが貴族趣味の意味のわからない絵ではなく、格調が高くてリアリティがあって写実的な、そうギリシャ芸術みたいなやつっていう感じだったわけです。このナポレオンの肖像ですが、前は剣を持っていた記憶があるんだけどっていうマンデラエフェクトを感じる人がたくさんいるものでもあります。単なる記憶違いなのか、はたまた絵が変わったのか、それはここでは置いておくとして、この絵に対してマンデラエフェクトを感じる人がたくさんいるっていうのが一つポイントなんじゃないかなと思うんですよ。マンデラを感じる人がたくさんいるっていうことは誰にも否定できない事実だからです。もしもマンデラエフェクトがただの勘違いではなく、必然的に起きている現象で、そのメッセージが暗号のようにあちこちに隠してあるとしたら、マンデラが起きている対象の様々な属性を気にしてみたら面白いと思うんですよ。何にでも起きているってわけではないですし、何か共通項のようなものが見つかるかもしれません。少なくともその対象についての勉強にはなります。これはルネサンスを代表する作品の一つ、ミケランジェロのアダムの創造です。この作品もマンデラエフェクトを感じる人が多く、以前は神様の位置がもっと上だったとか、お互いの指先がもっとずれていたというのがあります。これは痕跡の残っている素晴らしいマンデラエフェクトだと思います。アダムの創造が描かれたのは1511年らしいんですが、これは冥王星が今から公転周期2周分戻ったヤギ座の位置で描かれたものということになります。マンデラエフェクトという現象が騒がれ始めたのも、ついこの間まで16年間続いていた冥王星ヤギ座の時期だったわけですが、マンデラエフェクトを感じる人はこの作品がまるで書き直されたような印象を受けるわけです。おかしいな、神の位置もうちょっと上だったのにって。これは制作したミケランジェロですら知らない新しい形のルネッサンス再生なのかもしれません。そしてこの絵には一つ重要な話があって、近年になって分かったことなんですが、神として描かれている部分が人間の脳と解剖学的に一致するということです。主神として描かれている部分は脳梁と一致するんですが、脳梁は右脳と左脳をつなぐ部分であり、2つの概念が融合するところに神性は現れるということをミケランジェロは描いていたのかもしれません。そしてそれは彼が科学と宗教美術を融合させたということに他なりません。それだからこそこのアダムの創造には何かが宿り、人類の歴史に残る名画となったのではないでしょうか。こちらはレオナルド・ダ・ヴィンチのウィトルウィース的人体図、有名な作品ですよね。これもマンデラエフェクトを感じる人が多い作品で、手足の数が前は3本ずつあったというふうに記憶している人がたくさんいるものです。皆さんはどうですか？私も3本ずつあった気がするんですよね。でもマンデラエフェクト発生後の手足の少ないバージョンに少し慣れてきてしまって記憶が薄れてきてたんですが、今回フォトショップで3本バージョンを作ってみたら、やっぱりこっちの方がしっくりくるなって思いました。それでこのマンデラエフェクトをカワウソマンなりに深読みしてみると、以前の3つのポーズが重なっていたものはキリスト教の三位一体という意味を含んでいたんじゃないかと思うんですよ。マンデラエフェクト後の手足の2本バージョンが意味しているのは、肉体と霊とか物質と精神みたいな二元論的な思想のものに変わったんじゃないかなと思いました。それは当時であれば異端とされたグノーシス主義とか密教的な思想だと思うんですが、ダ・ヴィンチももしかしたらそういった思想を持っていて、それが明かされた形になったのかなと思います。隠されていたことが表に出てくるっていうのはマンデラエフェクトに限らず近頃の流れとしてあると思うんですよね。話を冥王星に戻しますね。冥王星は占星術的に次のような象徴とされています。破壊と再生、死後の世界、根本的な変革、深層心理、集合的無意識、隠された秘密、そして原子力などです。冥王星が発見されてから今までの時代っていうのは、一般人にとっては占星術というのはずっと下火で、冥王星の持つ重要性、意味合いについて人類としてはあまり注目してこなかったと思うんですよね。冥王星はプルートという名前が示す通り、プルトニウムとも関係があるとされています。冥王星が発見されてから8年後、冥王星の象徴する原子力というものの要でもある核分裂反応が発見されました。その2年後、ウランの核分裂反応の後にできる新元素を発見。冥王星にちなんでプルトニウムと名付けられました。この流れというのが果たしてたまたま偶然起きたことなんでしょうか。もちろんただの偶然であると片付けることは簡単です。しかし
こうやってネットを使って過去を振り返ってみると、冥王星という存在が世界にめちゃくちゃ影響を与えているように感じます。そして冥王星の持っているさまざまなテーマというのが、これまでカワウソマンがマンデラエフェクトについて掘り下げてきた内容と共通するものが多いと思うんですよね。冥王星は隠された秘密の象徴であり、それは本当のオカルトっていうことで、その秘密を解き明かしていくパワーを冥王星は持っているということだと思うんですよ。ルネサンスの時代にはまだ発見されていなかった冥王星ですから、現代になって初めて過去の歴史を振り返って、冥王星の影響を受けていたのかなと考えることができるわけです。それって隠されていたことが明らかになる構造や周期を物質的に体現しているのが冥王星っていうことにならないですかね。そしてそういった性質をマンデラエフェクトも持っているんじゃないかなと思うわけです。マンデラエフェクトとルネサンス的な思想にも共通性があると思っていて、古代の信仰、思想、哲学の復活だったり、革新的なテクノロジーの登場によって急激に広がっていく世界への認識というものが背景にあるんだと思います。ルネサンスの初期には活版印刷の発明があり、本の大量生産が可能となりました。これによって人々が本という形で知識に触れることが容易になり、その後に起こる価値観の転換の大きな原動力となったと考えられます。他にもレンズの改良進化によって天体望遠鏡が生まれ、天体観測をすることによって地球が回っていることを発見したコペルニクスやガリレオは、コペルニクス的転換と言われる地動説を唱えることができたわけです。そしてマンデラエフェクトという現象は、インターネットが発達して SNS で個人が自由に情報を交換できる現代だからこそ発見できた現象だと思うんですよ。そこに現代のコペルニクス的転換となり得る要素が潜んでいるのではないかとカワウソマンは考えています。実は世界には目に見えないオカルト的な力がめちゃくちゃ働いているということ、そしてそれは星の運行という形で表現されていて、誰でも知ろうと思えば知れるという形で情報として与えられているのかなと思います。もしそうなのであれば、これから始まる冥王星水亀座の20年間はルネサンス期に匹敵するような大きな社会的変革がやってくるのかもしれません。スマホや SNS、ブロックチェーンや AI など変革に必要な道具は全て冥王星ヤギ座の時代に与えられて、すでに舞台は整ったっていう感じなんじゃないかなと思います。はい、以上で今回は終了といたします。いかがだったでしょうか。よかったらいいねのクリックとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。カンパの募集も引き続きしておりますので、そちらもぜひお願いいたします。それではまた次回もよろしくね。にゃん。